こんにちは、まみきさんです。2026年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと画像が荒いのが申し訳ないです。いつもなら動画専用のカメラで撮っているところ、今日は iPhone で撮っているのでちょっと様子が違いますね。家の中でなぜニット帽をかぶっているのかなということですが、実は12月に日本からスイスに戻ってきて2日後に暖房機が壊れたんですよ。その暖房機っていうのはうちは床暖でが全体的に通っていて、その基盤となっているヒートポンプ、こちらが35年ぐらい前のものでとうとう壊れてしまったんですよね。基本的にはこの家は、床暖はトイレとバスルーム、そして私のアトリエだけは床暖で温めて、他の部屋はここ1階にあたるんですけども、大きな薪ストーブで温めて、あとは2階3階が温められるように2階の廊下にもう一つ薪ストーブがあって、それでなんとか過ごせるようになっています。で、寝るときは寒ければ湯たんぽを抱えて寝るというのでちょうどいい冬の過ごし方なんですけれども、今回は壊れてしまってですね、本当にびっくりです。いつもならイタリア語圏はそこまで冬は寒くないんですけれども、今年に限って冷夏が連日本当にマイナス3度マイナス4度が続いているんですよね。もう朝起きたら凍るように寒いっていう日々です。こんな環境でありながら意外にも風邪をひくことなくとても元気です。このニット帽っていうのは半分パフォーマンスで、全然そこまでは寒くないんですよ。ちゃんと薪ストーブで温まっています。なのでとても元気にやっています。で、2026年最初の動画は何にしようかなと思っていたんですよね。今回日本でスイスでも美味しい豆腐が作れるようにと、豆腐作り機、型になるものですね、こちらとあとはにがりを買ってきたんですよ。でこのにがりがこういうこの1袋で8丁分の豆腐が作れる、4つに分かれたにがりが入っていて、これの10パックセットを出てきちゃった Amazon で買って帰ってきました。なので豆腐作りに挑戦しようと思います。でこの豆腐作りの他に、今まで日本でのジュエリー店に向けてのジュエリー関係の動画をしばらく続けて送ってきたので、少しずつ貯めてきた動画、我が家で作っているようなものの動画をまとめて、今回こちらの豆腐作りとともにお送りしようと思います。遡ること8月、マルコが手掛ける養蜂のお手伝い、蜂蜜を収穫する時期です。蜜蝋の蓋を剥がしていきます。遠心力で蜂蜜を流し出す。砕けた蜜蝋が混じってたりするので2段階のフィルターにかける。50リットル入るこのビドーネの中に、約35リットル分ぐらい入ってます。10日間寝かせた後、瓶詰めしていきます。毎年違う色、赤みの強い琥珀色の時もありました。ラベルを作って役場に納品した年もありました。同じ巣の中にもう一匹女王蜂が誕生すると、家族を作って場所を移動するんですね。
ちゃんとマルコが確保して別の巣箱を作ってあげたので大丈夫です。しその実醤油漬け、ご飯と一緒に食べたり納豆に混ぜたり卵焼きにしたりといろいろ美味しく食べられるので毎年作っています。水洗いした後、たっぷりの水に浸して一晩寝かせてアク抜きをします。しっかり水気を取った後に私はここに昆布を切って加えます。しその実 15g に対して大さじ1杯の醤油を加えます。今回 65g あったのですが少し薄めにしたいので大さじ4杯にします。で少し甘みを加えたいので砂糖小さじ1杯加えます。でかき混ぜます。味を浸透させるのにジップロックに入れて平らにして寝かせます。で冷蔵庫に入れるのですが一晩経ったら私はこちらを冷凍庫の中に入れて保存しておきます。で食べたい時に少しずつ取り出して使っています。はい、あんず梅干しの経過報告をしたいと思います。しっかりと3ヶ月は経っています。今10月です。で、3ヶ月前は赤じそを、少量加えて寝かすっていうところで終わっていたと思うんですけども、あれから2週間後ぐらいには葉っぱがたくさんまたなって2回目は1回目よりも随分たくさん加えることができました。でその際に容器も移し替えました。前に使ってた容器は蓋がゴム状であんまりしっかり閉まるタイプではなかったので、こちらのもうちょっと密閉されている方が安心かなと思って大きいですけどこちらに移し替えました。で本当に梅干しらしい赤い色に染まってくれています。あんずなので結構大きいサイズの梅干しになりましたけれども、しそのおかげでしっかり赤く染まってくれたし、本当にしそのおかげで梅干しと思える香りに仕上がってくれています。ただ味はマイルドになったものの結構塩味が強いので、これだけを食べるっていうことは私はちょっとできないです。本当はお茶を飲みながらちょっとかじるっていうようなことをしたかったんですけれども、今のところ、叩いてドレッシングにしてみたりとかお茶漬けにしてみたりとか、おむすびにご飯に混ぜておむすびにしてみたりが美味しく食べれるんじゃないかなと思います。で来年は 18% の塩ではなくて少し下げて 16% でもう一回チャレンジして作ってみようと思います。庭には大きな柿の木があります。柿が嫌いなはずの私ですが、毎年スイス風干し柿を作るようになってから食べるのが待ち遠しくなったくらいです。きれいに洗った柿をスライスしていくんですけれども、横にスライスしていった方が断面が可愛いんですよ。ドライフルーツを作る機械です。5段になっているのでスライスさせた柿を順々に並べていって乾燥させます。1段目できました。スペースを埋めるのに小さく切ったりしたものもあります。5段全部並べ終わって蓋をしてで、70度にセットして16時間乾燥させます。16時間が経ちました。
結構水分が抜けて縮んでますね。パリパリに乾燥しています。あれからすぐに豆腐作りに取り掛かる予定であったんですけれども、作り方の説明文を読んでみると、一番重要な材料となる豆乳、この中に、大豆の成分が 10% 以上含まれるものを使用してくださいと書いてありました。で、家にある豆乳を見てみると 9% しか含まれていなかったんですよ。で、一般的なスーパーで販売されている豆乳は全て、8% から 9% のものだったんですね。で、ちょっと調べるのに時間がかかってしまって、で幸い近くにあるビオショップでソイアーナというこちらのスイス製の豆乳は18% 含まれていると明記されていたので、こちらを買ってきました。近場で見つかってよかったです。あんなにたくさんにがりを買っておきながら豆乳が手に入らないんじゃちょっとショックですからね。なので、作り始めるまで少し時間がかかってしまいました。で、買ってきたこのにがりの袋の裏に2種類の作り方のレシピが載っています。まず1つ目は気合を入れて買ってきたこの豆腐作り機を使って作る方法。気合を入れて買ってきたというか、この型がないと豆腐は作れないものだと思ってわざわざ買ってきたんですけれども、いわゆる木綿豆腐はこの型を使って作る。そして本当は食べたかった絹ごし豆腐はまた別の作り方がありました。で、まずはこの型を使って作る前に、こちらヒノキになるんですけども、ヒノキのアクを取らなきゃいけないみたいなんですね。水の中にお酢を垂らした中に、浸して1、2時間、漬け込んで、アクを取るという作業が終わってからじゃないと豆腐作りができないということが分かりました。それに加えて、木綿豆腐の方が割と手間のかかる作業のようなので、食べたかった絹ごし豆腐に今回はチャレンジしようと思います。茶碗蒸しのように蒸し器を使って割とシンプルに作れる方法だったので、今回こちらに挑戦しようと思います。材料はこの2つだけ。豆乳、大豆成分が 10% 以上含まれる豆乳、こちらは 18% 含まれています。そして、にがり、この中に4袋入ってるんですけれども、その1袋の半分の量を1リットルの豆乳に対して半分の量を加えます。小さじ1と4分の1杯と書いてあります。ちょっとこちら開けていきますね。こちらが1袋です。で、こちらの半分の量を加えていきます。ちなみににがりとはですが、おそらく皆さん知ってると思いますけれども、海水から塩に精製させる際に最後に残る成分になります。塩化マグネシウムです。で、こちらが豆乳のタンパク質と反応することによって固まらせる作用があります。見えますかね。こちら袋の後ろに書いてあるレシピなんですけども、茶碗蒸し風の絹ごし豆腐というのを作っていきます。こちら茶碗蒸し風の器が載っていますね。こんな感じのものを作っていこうと思います。ではボウルにこの1リットルの豆乳を移し替えていこうと思います。1リットルの豆乳の中に
にがり、この袋の半分の量を加えていきます。小さじ1と4分の1杯。ちょっと怖い。ちょっと垂れちゃった。1と4分の1ってどれぐらいよね。こんなもんかな。はい、軽く混ぜます。はい、茶碗蒸し風になりそうな器があったので、こちらに小分けにしていきます。全部入るかな。半分の量しか使わなかったので、2回に分けてやっていこうと思います。普段使ってるこの大きな鍋に3センチぐらい水を入れて、でその上からこちら蒸し器を重ねます。で、布巾を敷いて、その上からこの4つの器を乗せます。ちょうど4つ入る大きさだったので良かったです。加熱していきます。強火で1分で、弱火で10分、そして火を消してから蒸らして出来上がりです。待ってる間に生姜をおろして、あと柚子胡椒も美味しいんじゃないかなと思ってこちらも出しておきました。ちょっとネギがないのは残念ですけれども、その他に前にも見せたことがある友達からもらったイワシふりかけ、鰹節の代わりですね。こちらを上からかけようと思います。10分間蒸らしたので多分十分じゃないかと思います。では開けてみましょう。どうかな。できました。まずは生姜とイワシふりかけをかけていただきます。醤油を忘れた。生姜が重たくて中に沈んじゃいました。やっぱあの量のにがりだとちょっと緩いですね。結構緩めですね。あの分量は何だったんだろう。こうフルフルっとした少し固めの豆乳っていう仕上がりです。であと半分残ってるので2回目は、もう少しにがりを増やして再チャレンジしようと思います。この柚子胡椒結構いけるかも。第2ラウンドです。残りを全部大きめの器に入れました。で今回少しにがりを足してみました。仕上がりどうでしょう。気泡があるものの多分今回は結構固まってるんじゃないかと思います。レモンがたくさん取れる季節、ウォーターケフィアに丸ごと入れたり、たくさんのレモン汁を炭酸水で割ったり、たまにジンレモンにしたり、
最近レモンがたくさん取れるので毎日飲んでるレモンソーダです。うますぎ。多分これのおかげでか、肌も結構ツヤツヤになってきました。なかなか自分でいろいろと作るとなると簡単にスムーズにいくことってないですね。でも楽しみながらやっています。日本で生活をしていたら私の性格上絶対にやっていなかったようなことですね。私を昔から知っている人たちはマミクさんがなんでこんなことまでやるようになったんだろうっていうふうに思っているのに間違いないです。このような簡単にいろんなものが手に入らない環境だからこそいろいろと良い経験をさせてもらっています。でこれからも、ホームメイドするようなものがあったらたまにはこのように動画にしていこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。